お、動くようになった。反応するところはするマッピング機能が使えるらしい。PS5 のコントローラーちょっとやっていきますか。ジャイロは使えないから、前回の動画でゲームサーの X2 ライトニングゲーミングコントローラー、こちらを使って Apex モバイルするとめちゃめちゃやりやすいっていう話したんですけども、これ iPhone 用だったんですよね。で、コメント欄でね、Android 用のやつもレビューしてっていうコメントが多かったので、今回こちら X2 Type-C ゲーミングコントローラー、Android 版を購入したので Galaxy S22 Ultra、こちらとの組み合わせで実際に使えるのか。で、Android 版に関してはなんかアプリを入れなきゃいけないっぽいので、そのアプリの使い方とかも解説していきたいと思います。あとこの iPhone 版でもコントローラーのね、カスタマイズとか、あとはね、ゲームの録画のリプレイっていうのもできるらしいので、ちょっとね、それもこの動画で試していきたいと思います。まずは開封していきましょう。いやー、ちょっとね、Apex モバイルあれからやってるんですけども、めちゃめちゃハマっててね、面白い。で、今ランクに関してはね、確かシルバーに行きました。ということで、こちらゲームサー X2。前回のやつと一緒です。これなんか汚れてる。開けていきましょう。よいしょ。いきます。オープン。おー。前回のやつと一緒よね。これがまた取りにくいやつね。これを取って、で、アクセサリー類に関しては一緒で、ゲームサーのステッカーに紙。で、グリップと。このグリップはね、つけた方が格段にやりやすくなります。予備用もあります。このゴムを、このね、スティックにかぶせます。で、このペリペリ取って、いいね。で、前回ね、プロマックスで使えるのっていうコメントがあったので、プロマックスとね、ほぼ同じサイズの S22 ウルトラでちょっと試していきましょう。全然いけるね。いけます。でかいスマホでも OK。で、コントローラーちょっと比較していきますか。一緒か。完全に一緒だね。十字キーとか、ボタンに関しても一緒だし、グリップとかに関しても一緒ですね。本当に iPhone 用と Android 用っていう感じ。そしたら早速ね、この Galaxy につなげていきます。ケースつけててもハマるのかちょっと見ていきましょうか。ハマるね。全然ケースつけてても問題なしですね。ただ奥まで刺さってんのかちょっとわからんな。とりあえずね、接続することできました。S22 ウルトラとめっちゃぴったりだわ。もうこれこそスイッチよね。で、コメント欄でね、こんなコントローラーとかつけるんだったら Nintendo Switch でやればいいじゃないかっていうコメントあったんですけども、Apex モバイルに関しては iPhone だとね、80fps まで出るので、スイッチ版よりもね、結構快適に遊べるのかなと思います。あとね、スマホはみんな持ってるので、ゲームを普段やらない人とでも遊べるっていうのが結構いい点になってます。で、あとこの PS5 とか PS4 のコントローラーでいいじゃんっていうコメントもあったんですけども、このコントローラーの良さとしては、まずね、有線で低遅延っていうのもそうなんですけども、これスマホとね、合体してることによって、スマホのね、ジャイロを使ってエイムを合わせることができます。それがね、めちゃめちゃ最強だと思ってるので、やっぱね、このコントローラーと一体型にできるっていうのはかなりメリットになってるのかなと思ってます。ここが光ってないといけないらしい。ってことはこれケースをつけてると奥まで入ってないんだな。だからか。じゃあケース外します。そっか、分厚いケースによっては、こう端子が奥まで刺さんなくなることがあるから、そこが欠点だね。よいしょ。光った。やっぱケースつけてるとダメっぽい。で、ゲームサーにType-C へのアクセスを許可しますか？ OK。これでできるでしょ。じゃあやっていきます。Apex Legends ポチ。よし。いきます。ちなみに Android 版も、ちゃんとコントローラーの設定項目がありますね。コントローラーは試合中のみサポートされます。入っていきましょう。訓練場。頼む。さあ、行きます。反応しない。あれ？スクショとかは撮れるな。反応しないな。ちょっと調べてみます。はい、わかりました。対応アプリの場合はさっきの感じでね、アプリとか何も入れずに使うことができるんですけども、まだこのコントローラーに対応してないアプリの場合は、純正アプリから設定する必要があります。アプリ起動するとこんな感じの画面出てくるんですけども、G ボタンとホームボタンを押すことによって、このインジケーターが青から緑になりますと。緑にすると、そのマッピング機能が有効になるらしいです。これ、ちょっとわかりづらいけど、青状態です。で、この状態で G とホームボタンを長押し。同時に。来た。そしたら、ここ、青から緑になって、またアクセス許可しますかになるので、OK。そうすることによって、マッピング機能が使えるらしいです。じゃあ、この状態で Apex 起動して、動くようになった。動くようになったけど、なんか配置がおかしいな。ジャンプとか、できないな。とりあえずなんか、反応するところはするみたいな感じになりました。この状態で、
なんか画面左上にコントローラーのマークが出てくるらしいけど、それが出てこないな。あ、なるほど。なんで出なかったのか分かった。このゲームサーのアプリ起動して、このプレイゲームを押します。そしたら、フローティングウィンドウパーミッション is required enable it があるので、これを押すと、あれだ、フローティング表示をオンにしますかみたいに出るんだ。で、ゲームサーをオンにすると、この Apex モバイルのアプリ上でコントローラーのアプリが出るはず。もう一回再起動してみよう。出ない。なんで、このマイゲームからセッティングしていけばいいのかな。マイゲーム、アドアゲームで、これで Apex Legends を選ぶ。アド。ここにあった画面の端見切れてるけど、これあれだ、ギャラクシーラウンドスクリーンだから、多分ここに隠れてたんだな。とりあえずこれで設定できるっぽいです。で、レイアウト、オフィシャルリコマンド。これは Apex のオフィシャルのやつってことか。今回はないのかね。はい。なんか、オフィシャルリコマンドありました。なんか、マイシェアをして、このログインをして、この一回アプリに行ったからなのか。あ、出た出た。マイシェアで Apex。で、アプリ戻って、で、またコントローラー開く。ない。あ、出た。なんか、こうやってやってたら出ました。はい。プレイヤーシェアで誰かが作ってくれたのか。で、これを押すと、はい。こんな感じでいろいろ設定されます。これで、セーブアス。で、そして保存されたから、Me のところを押して、ローカルコンフィグで Apex を Use。お、で、これでセーブか。お、しゃがみは R2。おお、走りに関しては、なんかオートランになってないから、これスティックのところもまた、好みで調整すればいいのか。でっかくすれば、あ、走れた、走れた。走れる。おお、いいね。で、ジャンプこれ割り当てられてないな。じゃあ割り当ても変更しましょう。コントローラー出して、この R2、しゃがみは A ボタンがいいな。A ボタンどこ？いや、無理だな、これ。無理だ。あとなんか反応がめっちゃ遅い。コントローラー設定。いや、特に変えらんないもんな。コントローラーとしてなんか認識されてないかも。ダメだこれ。Apex が多分対応したらこれでもできるようになるけど、対応するまでは Bluetooth 版の方がいいね。そしたらこの PS5 のコントローラーちょっとやっていきますか。PS ボタンと Create ボタン。この2つのボタンを長押しでワイヤレスコントローラー。これでペアリング。よし。じゃあこれでやっていきますか。PS コントローラーだったらしっかり動くな。ただやっぱりね、こうジャイロは使えないから、そこが欠点だね。で、遅延に関しても、やっぱりその iPhone の有線と比べるとあるかな。で、iPhone の場合はね、このゲーム内のコントローラー設定のカスタムレイアウトから、レイアウトっていうのを変更できなかったんですけど、それは、Android でも一緒なんだ。変更できないね。で、レイアウトこれどうなってんだ？右スティックで視点移動でしょ？で、左スティックで走ったりする。左スティック押し込みでマップ。右スティック押し込みは何もない。×は何も起きない。丸ジャンプ。三角はスキル。ここのメニューボタンがパンチ。ここがオートスプリントか。結構ぐっちゃぐちゃになってんだ、これ。R2 がバックか。ちょっと待って、これ一回再起動してみよう。なんかさっきとか、コントローラーモードになったのか。これで移動でしょ？で、長押しでマップ。プラス点移動を、これで丸でジャンプ。こっちだと×でジャンプになってるけどな。なんか、レイアウトが変。そしてじゃあ武器を取ってみるか。これで選んで、拾うのは丸か。まあこの辺はちゃんとできるな。iPhone 版とレイアウトが違うね。で、武器切り替えは四角だ。エイムは、なんかここでマウスカーソル出てくるんだけど。これデュアルセンス、PS5 のやつだからダメなんかな。射撃できません。ダメだ。PS4 みたいにコントローラーのやつは出てくる。ちょっとデュアルセンスダメかもな。てか、Android とコントローラーの相性悪いかもしれん。Android の人は手でやった方がいいかもな。ちょっとね、もしかしたらやり方あるかもしれないですね。知ってる人いたらぜひコメントで教えてください。マジか。ダメじゃん。あと、Android のデメリットとしては FPS がね、60が最高ですね。iPhone は80まで出ます。悲しいな、これ。iPhone の場合はね、移動も、ほら、遅延も少ない。遅延も少ないし、で、しっかりね、しゃがみとかも B で反応するし、普通に使えます。やっぱ、やっぱ iPhone だな。で、iPhone の場合も、この設定を押して、コントローラー設定、このカスタムレイアウトが
こう反応しません。で、これどうやって設定自分好みに変えるかというと、iPhone 側の設定からやっていきます。iPhone の設定をタップして、この中にある一般。で、ここからゲームコントローラーっていうのが追加されてるので、このゲームコントローラーをタップして、このカスタムコントロールをタップ。そうするとね、こんな感じでいろいろ出てくるので、変えたいキー。例えば A ボタンをB ボタンとして扱いたいとか。で、あとは、左のスティックと右のスティック入れ替えたいんだよねっていう場合は、これをこうやって入れ替えたりすると使えます。あとね、インスタントリプレイ、巻き戻して録画っていう機能もあって、このジェスチャー共有。これで2回押してスクリーンショットを撮るようになってるんですけども、これを取り込まれたハイライトとかにすると、ゲームプレイの最後の15秒間が即座に保存されますってなってますね。ただ、この機能を使うとパフォーマンス低下することがありますと。で、それをオンにしたら、Apex Legends の繰り返しクリップの収録を許可しますかって出るので、これで画面を収録をタップ。そうすることによって、こんな感じで敵をキルして、あ、このシーン欲しいっていう場合は、ここを2回ポンポンって押すと、はい、取り込まれたハイライト、写真に保存されました。見ていきます。なんかめっちゃ音ずれしてる。もう一回やってみよう。なんか、微妙だな。フレームレート高すぎなんか。FPS60 でやってみます。これだったらいけるかも。で、ポンポン。ハイライトに保存されました。あ、やっぱダメだね。なんかこれ OS のバグかもしれん。ちょっと他のアプリでもやってみよう。白猫。白猫でも許可しますかって出るので画面を収録。さあ、これで、ポンポン。はい、収録されました。あ、白猫は普通にできんな。ちょっと一回 iPhone 再起動してみます。動いて、ポンポン。ハイライト。てか画面収録をオンにするとなんか画面回転が。あ、来た来た。よし、これで、今のクリップ、ポンポン。あ、ちゃんとできてる。再起動したらいけました。録画に関しては30フレームかな。30フレームですね。グラフィック最高にしてみて、これでもいけるかな。これで、録画。フレーム上げすぎると、ちょっと処理落ちしてる感じになるね、録画が。ちょっとカクつきあるな。ただまあ、スペックによってっていう感じだな、iPhone の。まあ、録画をする場合は、60フレームに落とした方がいいかなと思います。まあ、でもあれかな。取り込まれたハイライトだとさっきみたいにカクカクしちゃうので、収録を開始停止で良さそうなところが来るかもっていう場合は、2回押しで収録を開始したりするのがまあ、綺麗に撮るコツかなと思います。いやー、でもいいね、やっぱり。2回押してスクリーンショット。長押しで収録を開始。これがいいかな。てか、このスティック逆になってないな。スティック逆無理だった。A ボタンと B ボタンをじゃあ逆にしてみます。A ボタンと B ボタン。B でしゃがみなはずが、B でジャンプ、こっちになってます。A と B が逆になってる。ただ、この表記に関しては、もともとと変わんないので、画面上の表記は当てにならない感じになります。いいね。ということでいかがでしたでしょうか。やっぱり iPhone 版のね、この X2 のライトニングゲーミングコントローラー。これはね、めちゃめちゃ最高だと思います。本当にね、ゲームやったことない人にもおすすめだし、さらにね、上手くなりたい人とかにもおすすめだと思います。で、それに対してこの Android 版はというと、まず Apex に対応してない。現時点ではかもしれないけど、Apex に完全対応してないので、うまくプレイできないっていうのと、あと Android に関しては、こういったね、PS5 とかのコントローラーを使ってもなんかいい感じにできなかったので、やっぱね、Apex モバイルコントローラーでやりたいっていう方は iPhone でやってみるのがいいかと思います。こっちの方がね、80フレームまで出るし、Android は60フレームまで。で、こちら iPhone 版のレビューに関しては概要欄にリンクの方を貼っておきますので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。以上、ゲームサーの X2 コントローラーのレビューでした。バイバイ。